こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回はネザー再進出の準備として、スイカを廃校に探しに行きました。無事に見つけられて即時回復ポーションを手にし、今からウィザースケルトンの頭集めに向かうところです。ついに来たわね。きつい危険極めて運が悪いの 3K 労働プレイが。最後の一つは労働条件と言えるのでしょうか。まあでも、頭集めの運については大して心配していません。前作のプレイで大体の方法は確立してますし、何より今回残り2つですし。前作の方法が通用するかが肝になるわよ。そういえばこの辺で、いつも通るたびに聞こえてた毒蜘蛛の声が聞こえません。近くのスポナーは破壊できていたようです。さて地上に這い出てきましたが、油断しません。廃校探索中にちょっと運が悪くなった感がありますので、まあ予想に反してモブはいない様子で、念のためリードが切れてないかチェックしておきます。クリーパーが見えているのだけど。まあ一般には、油断しないという言葉は油断という状況を全てなくすことと同義ではないんですよ。今後このようなことがないよう努めて参るという意味よね。それ謝罪文です。さて教訓を胸に刻んで油断せずネザーに踏み込みます。さてネザーに来て早々、ネザー要塞に向かっている最中ですが、狙いやすい場所にガストが湧いていました。これはガスト実績を解除する大チャンスであり、かつウィザースケルトンの頭を集めてしまえばもう将来ネザーに来る必要がなくなる美味しさです。運が戻ってきたようね。今年のテリーのラッキーカラーはネザーだったのかしら。それはそれでちょっと嫌なんですけど。いい加減当てなさいよ。そんなこと言われても、うおやった。宛先不明ってジャングルのことかしら。間違いないでしょう。さてネザー要塞に再突入しました。ちなみに前作の高さ縛りでは、突入して2時間2分で頭3つを集めきっています。さらなる記録を狙いたいところですがハードコアですし、時間よりも慎重プレイを志します。で、スポナー破壊しておくのね。さて、屋根のある通路にたどり着きました。整地作業に取り掛かります。まずはお宝探しつつ通路の高さと入り組み方のチェックです。手間かからないで撤去できる壁の位置を確認します。そして、通路と通路の間に隙間がない、あるいは隙間が狭い壁をどんどん削っていきます。前作と同じ作戦よね。ただし前作では整地作業の間にウィザスケ探索を交えましたが、今回はまず整地に専念、そしてその後ウィザスケ討伐に専念とする予定です。専念してた方が油断が生じにくいというわけね。さてお宝を回収したところで、ここの隙間は2ブロックなので埋めて向こうの通路と繋いでしまいます。今回は安全のため、このくらい狭い隙間しか処置しません。お、またお宝発見です。まあはゾンビピッグマンの方だけど。いえ、本当には私の方です。私に無断でダメージ食らうのやめてほしいです本当に。まずまずスペースが広くなってきたところでウィザースケルトンが待ちきれずに襲ってきました。かなり待たせているものね。でもまだまだ整地ターンです。終わるまで30分ほど待ってもらいます。目の前の溶岩ですが、これうまく撤去できるとだいぶスペース稼げるんです。というわけで慎重に少しずつ埋めて取り除いていったところ、無事に着火しました。何をやっているんだか。まあ燃えてるだけだし、通路に流れた溶岩は一時的なものなので問題ありません。早く火が消えてほしい今日この頃です。さて整地中に湧いたこのウィザースケルトンを倒したら、計算外です。まさか整地が終わる前に2つ目の頭が手に入ってしまうとは。やっぱりネザーはテリーのラッキーカラーだったのね。この企画上、そのラッキーは本来意味がないんですけど。うお？
これはさすがにちょっとやってしまった感があります。まあでも溢れ出した一箇所さえ塞いだらわずかに手で大惨事じゃないの。で、冷静にともかくせき止めることが肝心で何をやっているんだか。まあ、ここまで広がると逆に冷静になれるってもんです。足場を作って安全確保しつつ作業すれば、溶岩が溢れ出そうと何ら問題はないんですよ。なんでこんな時に限って、何ら問題なかったわね。さて、そろそろ天井裏の物音が気になってきました。前作みたいに屋根を走り回ったらさすがに危ないわよ。承知してます。今回は基本的には屋根に登らずおびき寄せる作戦を使います。考えてみるともう頭2つ確保済み、ラスト1個入手できたらミッションコンプリートなんです。もういつ探索終了となってもおかしくない状況なので、おかげで焦らずに済んでいます。そういえば前に手にしたウィザスケの頭はエンダーチェストに入れたままでした。持っておきます。持ち歩いても持ち歩かなくても死んだらそれまでだものね。さて、今回ネザー要塞に潜ってから1時間が経過しました。整地作業は20分前に終了し、天井への階段も4箇所ほど作った状況です。事態が急転したのはその1分のち。ゾンビピックマンがついに反旗を翻したのね。はい。明らかに私からの攻撃ではなかったのですが、まあよくあることなのでしょう。まあ、テリーが悪いってことで丸く収まるのならいいじゃないの。ともかくこのタイミングから、ウィザースケルトンおびき寄せ用の階段からわらわらとゾンビピックマンが降りてくるようになりました。しかし、さすがに私も前作で学んでいます。とにかく移動してしまってゾンビピックマンを引き離してしまえばいいんです。状況に変化はないようだけど。おかしいですね。しからばなるべく離れた場所で待機作戦。時間経過でまとめてディスポーンさせてしまいます。1分もしないうちに近場で分かれてしまいました。嫌な予感しかしません。悪い方向に読み通りです。ともかく場所をまた変えて待機作戦を繰り返して、もう運だのみとするしかないと思っていたところ、その途中で買ったウィザースケルトンが、3つ目の頭をドロップしました。運がいいわね。というかひょっとして早くない？早いです。1回目とこの2回目のネザー要塞の滞在時間を合計しても、まだ1時間と24分です。前作より30分以上早いわね。あとはゾンビピックマンのお怒りを鎮めて、脱出すればいいだけです。で、それから10分少々が過ぎ、まだお怒りを鎮められていません。ダメじゃないの。そこでもう諦めました。つまり、お怒りモードをかいくぐってのネザー脱出に挑むことにしました。せめてお持ち帰りを整理する暇くらいは欲しいものです。ところで、お持ち帰りだと税金優遇されたりするのかしら。どうなのでしょうか。まあ持ち帰ろうとすると襲ってくるので優遇されるのでしょう。で、隙を見つつなんとか整理は完了。慎重に脱出します。さて、ネザー要塞はこれで脱出です。ここから外に出れば一気に長距離移動できるので、敵対ゾンビピックマンらを一気に引き離せそうです。という期待を抱いていた頃もありました。儚すぎる期待だったわね。まあでも、1度目のネザー探索で丸石の目印を置いていて、幅のある安全ルートを確保したおかげで戦える場所は不自由しません。それに、ガストの実績が解除済みというのがここに来て大きな意味を持ちました。もうネザーに来る必要がなくなったものね。というわけでさらばネザーよ。どうやら逃げ切った模様です。まあなんだかんだ運が良かったってことね。で、もうゾンビピックマン見たくないので大急ぎでネザーゲート仮封印。それ意味あるの？気持ち的には終わりです。バケツはエンダーチェストにしまってあったんですよ。
安全な朝にしてからじっくりネザーゲートを本封印して、ようやく生きた心地がしてきました。さて、リスポーン拠点に戻ってきたところで今回はここまでです。ハードコアでの全実績解除を目指す上では2つ目の山場を越えたと言っていいでしょう。次はいよいよ3つ目の山場、ウィザー戦ね。正直今回怖い思いしたので、すぐにはかかりたくないのですが、どうしようかと悩んでいます。まあ慌てずにダイヤをもっと貯めてからでもいいわよね。早めにトライするべきなのでしょうけど。まあ次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。